皆さん、こんにちは。CVE デイリーのお時間です。2026年5月18日に公開された脆弱性の中から、特に注意すべき4件について解説していきます。キリタン、今日も気になる脆弱性がたくさんあるんだね。はい、ズンネー様。本日は、Azure の認証不備や、組み込みシステムで使われる RUIP の脆弱性、そして DeFi の複数の脆弱性を取り上げます。どれも重大な感じがするね。詳しく教えてもらえるかな？もちろんです。それぞれの脆弱性の内容と取るべき対策について順にお話ししていきます。一つ目は CVE2026-42822 は Azure Local Disconnected Operations における認証不備の脆弱性です。CVSS スコアは 10.0 で最も危険度が高いクリティカルと評価されています。CVSS スコアが 10.0 というのがかなり深刻なんだね。これって普通の人にも関係あるのかな？はい、この脆弱性はネットワーク経由で認証されていない攻撃者が権限を昇格できる可能性があります。Azure を利用している企業や組織のシステム管理者の方は特に注意が必要です。なるほど。管理者の方は早急に対応しないといけないね。はい、影響を受けるシステムを使用している場合は、ベンダーからの情報を確認し、速やかに適切な対策を実施してください。2つ目は CVE2026-8836 は RUIP のスタックベースバッファーオーバーフローの脆弱性です。CVSS スコアは 9.3 で、こちらもクリティカルと評価されています。リモートからの攻撃が可能です。RUIP ってあまり聞き慣れないんだけど、どんなものなのかな？ RUIP は組み込みシステムや IoT デバイスなどで広く使われている軽量な TCP/IP スタックです。この脆弱性が悪用されると、システムが予期せぬ動作をしたり、情報が漏洩したりする可能性があります。たくさんのデバイスで使われているなら影響も大きそうだね。はい、RUIP を利用している製品やシステムは、ベンダーが提供するパッチを適用するなど、速やかにアップデートすることが重要です。3つ目は DeFi の脆弱性について2件を紹介します。CVE2026-41948 はカストラバーサル、CVE2026-41947 は認証バイパスの脆弱性です。それぞれ CVSS スコアは 9.2 と 9.1 で、どちらもクリティカルに分類されます。DeFi ってどんなサービスなのかな？ DeFi は AI アプリケーションを開発、運用するためのプラットフォームです。カストラバーサルの脆弱性では、認証されたユーザーが内部 API を操作し、情報漏洩や不正なアクセスにつながる可能性があります。認証バイパスの脆弱性では、認証されたエディターユーザーが他のアプリケーションの設定を不正に変更できる可能性があります。どちらも悪用されると大変なことになりそうだね。対策はやっぱりアップデートなのかな？はい、その通りです。DeFi を利用している場合は、バージョン 1.141 以前のバージョンに影響がありますので、速やかに最新バージョンへアップデートしてください。本日は取り上げきれませんでしたが、他にも11件の脆弱性が公開されていました。気になるものは NVD で詳細を確認してみてください。本日は Azure Local Disconnected Operations の認証不備、RUIP のバッファーオーバーフロー、DeFi のカストラバーサルと認証バイパスの4件の脆弱性をご紹介しました。どれもクリティカルな脆弱性で、早急な対応が必要なものばかりだったね。はい、特にネットワーク経由で攻撃が可能なものが多く、影響範囲が広い可能性があります。ご利用のシステムや製品に該当する脆弱性がないか確認し、ベンダーからの情報をもとに、速やかにパッチ適用やバージョンアップなどの対策を実施してください。常に最新の情報を確認して、自分の使っているシステムを守ることが大切だね。はい、セキュリティ情報の継続的な収集と迅速な対応が重要になります。